大切な人が殺された時、あなたが犯人だと疑われたらどうしますか？遡ること約20年前の2002年3月4日、アメリカ・イリノイ州。この日、一人の女性を被告人とする裁判が行われていました。女性の名前はジュリー・レア・ハーパー。彼女は10歳の息子を殺害した容疑をかけられていました。ジュリーの息子は深夜、自宅で眠っている最中に胸部をめった刺しにされ、亡くなっていたんです。私じゃありません。知らない男が家に入ってきて息子を殺したんです。ジュリーは第三者の犯行を訴えますが、この日彼女の自宅に他の人物がいた痕跡はなく、有罪判決が下されることに。しかし事件はまだ解決していませんでした。ジュリーの有罪判決は間違っています。捜査をやり直してください。そう主張するのはジュリーや事件とは何の関係もない人物。その正体は報道を見ていた推理小説家だったんです。息子を殺害した罪で有罪判決を下されたジュリー・レア・ハーパー。彼女は本当に我が子に手をかけたのでしょうか？事件の真相で明らかとなったのは、ずさんな体制が生んだ愚かな過ちだったのです。おさす、アドさんがアルゴメトリ見てくださってるらしいよ。嬉しいな。ケンちゃんです。新時代だっちゅやみやみこです。レッド。この二人知ってる言葉ずっと繋げてるだけよ、本当に。うっせぇわから始まって、アドさんもすごいわね、今ね。いや、うさくないよ。うっさくなくなっちゃった。うっさくないです。もうね、アドちゃん。慣れ慣れしいわね。本当にありがとうございます。本日ご紹介するのは、息子殺しの罪に問われた女性、ジュリー・レア・ハーパーについてです。息子殺しってとんでもないわよ。相当非行少年だったとかそういう話なの？実はこれですね、家庭環境とはまた別のところにね、問題があったんです。そしてこの事件はですね、警察、検察とはね、また違ったある人物によって謎が解き明かされた。そういった点でも非常に注目を集めた事件なんです。一体この事件どんな真相が隠されていたのか、皆さんも予想しながら見てみてください。では早速ね、概要から見ていきましょう。息子殺しの母。遡ること約20年前の2002年3月4日、舞台はアメリカ・イリノイ州。裁判所では一人の女性に有罪判決が下されようとしていました。女性の名前はジュリー・レア・ハーパー。彼女は10歳の息子、ジョエル・カーク・パトリックを殺害した容疑で、この数年裁判にかけられていたんです。被告人となったジュリーは必死に自身の無実を訴えていました。犯人は髭を生やした男でした。いきなり家に入ってきたんです。ジュリーは息子のジョエルが殺害された後、現場に駆けつけ、自身も犯人と揉み合いになったと主張したんです。しかし彼女は嘘をついている可能性がありました。そのことを裏付けるように現場検証を行った警察官がこんな証言をしたんです。被告人は犯人が裏庭から逃走したと言っていますが、事件当時現場にそんな足跡はありませんでした。そう、この日の現場にはジュリーと息子ジョエル以外の人間がいたという証拠がなかったんです。そして追い打ちをかけるように一人の男性が証言台に立ちます。男性はジュリーを睨みつけるようにしてこう言いました。息子を殺したのはその女です。そいつはそういう女なんです。なんて言ったってそいつはジョエルを中絶しようとしたんだ。じゃあ何、もしかしてこの男性はジョエルの父親？そうなんです。実はですね、ジュリーは元夫とジョエルの親権を争っていたんです。事件が起こったのは1997年10月13日のこと。ジュリーはその2週間前にジョエルの親権をめぐって元夫を相手に訴訟を起こしていました。そんなトラブルの矢先に事件が起こったため、元夫はジュリーに疑念を抱いていたんです。ジョエルを引き取りたいと思っていた元夫は息子を失った悲しみをぶつけるかのようにジュリーを徹底的に責め立てました。元夫がジュリーを非難したことと警察官とジュリーの証言が食い違っていたこと、この2つが彼女の心証を悪くし、裁判はジュリーに不利な方向へと進んでいきました。さらに検察は事件当時のジュリーの衣服から息子ジョエルの血痕を検出。犯人でもなければ息子が刺される瞬間に部屋にいたわけでもない。そう主張する彼女が息子の返り血を浴びているのは不自然だとみなされました。こうして言い逃れできない状況に追い込まれたジュリーは有罪判決となり、懲役65年の刑を言い渡されることになるんです。夫とのトラブルはともかくさ、警察の証言と食い違ってたりさ、実際に返り血浴びてるわけでしょ。っていうと確かに怪しくない？そう思うところなんですが、実際にね、この判決に違和感を覚える人物が現れてくるんです。そんな私がジョエルを殺すなんてこと絶対にありえないのに、課された刑以上に息子を手にかけた烙印を押されたことでジュリーは深く傷ついていました。そしてメディアはジュリーが有罪になったことを広く報道していきます。ジュリーにとっては耐え難いそんな状況。ただそうやって報道されたことこそがすでに結論が出たはずのこの事件に急展開をもたらすきっかけとなるんです。この事件何かおかしいわね。テレビの前でそうつぶやいた女性の名前はダイアン・ファニング。広告業界から転身し2000年から執筆活動を行っている
小説家なんです。広告分野では70以上も賞を受賞した経歴があり、作家デビューを果たしてからの活躍も期待されている人物でした。ジュリーの事件を知ったダイアンは何か思い立ったかのようにある人物へと手紙を送ります。そして数週間後に帰ってきたその人物からの返事には確かにこう書かれていたんです。あのガキを殺したのは俺だよ。誰よ？実はですね、このダイアンはですね、ちょっと変わった作風の作家なんですけど、それがきっかけでね、ある重要な事実に気づいてしまうんです。ダイアンのね、手紙の相手とは一体何者だったんでしょうか。暴かれた真犯人。ダイアンはノンフィクションのミステリー小説を中心に執筆活動を行っている作家。事実を忠実に再現するため、刑務所の中の連続殺人犯に直接取材を行うことも多々ありました。そしてジュリーの事件を報道で知った当時、ダイアンは新たな作品のためにある人物を取材していたんです。その人物の名前はトミー・リン・セルズ。ダイアンが取材してたってことは殺人犯なの？そうなんです。アメリカではね、有名な連続殺人鬼、つまりシリアルキラーなんです。というわけで本日のメトラキーワード、トミー・リン・セルズについて。トミー・リン・セルズはクロスカントリーキラーの別名を持つ連続殺人鬼。州ごとの警察の連携が十分でなかった90年代、捜査網をかいくぐるため、複数の州を股にかけて殺人を繰り返していました。立証できない犯行も多いため、真偽は定かではないんですが、一説には70人以上も殺したとされるかなりヤバい殺人鬼なんです。恵まれない幼少期に歪んだ人格を形成したトミーの犯行動機は血が見たいという欲望。男も女も喉を切り裂けばみんな血が噴き出す。俺はそれが見たくて喉を裂くんだと語り、無差別な犯行を繰り返していました。来る相手が刑務所の中だとは言ってもさ、直接殺人鬼に会いに行って取材するってかなり勇気がある行動を取るわね。小説家としてのプロ意識みたいなね、ものを感じさせられますよね。感じちゃったね。ダイアンはジュリーに有罪判決が下された報道を見た際に、有罪にするには証拠が少なすぎると感じていました。そこで連続殺人犯のトミーなら犯人の心理がわかるかもしれないと彼に宛ててこんな手紙を送ったんです。イリノイ州ローレンスビルで10歳のジョエル・カーク・パトリックという少年が殺害されたの。犯人は彼の母親だと言われているけど、私は彼女が犯人だとは思えない。他に犯人がいるとしたらどんな人物だと思う？すると何の巡り合わせかトミーから俺が殺したと自白する返事が返ってきたんです。ただこれだけでトミーを犯人だと決めつけることはできません。トミーは自分が関わっていない事件の犯人を名乗って警察の捜査を攪乱することがあったからなんです。しかしダイアンはこの時点でトミーが犯人であることを確信していました。なぜなら手紙にはこんな続きがあったから。ジョエルってガキが死んだのは俺がミズーリ州スプリングフィールドで別のガキを殺した日の2日前だろ。ダイアンはジョエルが殺された日時までは手紙に書いていませんでした。それにもかかわらずトミーは犯行日時を正確に言い当てたんです。真実を知ったダイアンはすぐさま警察に連絡を取りました。真犯人はトミー・リン・セルズです。すぐにトミーの証言を裏付ける証拠を探してください。すごい。まるで名探偵じゃない。トミーに行き着いたのもすごいんですけど、すでに判決が出ている事件、これでも諦めずにね、調べようっていうね、その心意気、覚悟、執念、その全てがすごいですよね。ね、親族でもないのにね、すごいわ。ダイアンからの連絡を受け、警察は事件当時のトミーの動向について捜査を進めます。すると、事件があった日の前後に、現場のイリノイ州ローレンスビルでトミーを見かけたという情報が複数見つかったんです。さらには、事件の数時間前、実はトミーがジュリーと接触していたという情報も。事件の真相は次のようなものでした。1997年10月13日、時刻は深夜4時、イリノイ州ローレンスビルのジュリーの自宅前に一人の男の姿があった。あの女、偉そうに説教しやがって、痛い目に遭わせてやる。そうつぶやいたのは顔一面にヒゲを生やした怪しげな男、トミー・リン・セルズ。この数時間前、トミーはコンビニでジュリーと出くわし、買い物中の態度の悪さを注意されていたのだ。大学教授を務めていたジュリーはそんな人一倍正義感の強い女性だった。不法侵入も日常茶飯事のトミーは慣れた様子でジュリーの家の敷地内へ足を踏み入れる。それから数分後、うわー、ぐっすりと眠っていたジュリーは家の中に響く息子の叫び声で目を覚ました。ジョエル？ベッドから飛び起きると急いで息子の寝室へ向かうジュリー。そこには息子の姿はなく、血まみれのナイフを手にしたトミーが立っていた。何よあんた、ジョエルをどうしたの？そう叫ぶジュリーに答えるわけもなく襲いかかるトミー。しかしジュリーは腕を切りつけられながらもトミーにしがみつき必死の抵抗を見せる。ジュリーはテコンドーの有段者でもあり、連続殺人鬼といえど簡単にねじ伏せられる相手ではなかったのだ。予想外の苦戦を強いられたトミーはナイフを落としそのまま逃走。その後ジュリーは部屋に入った時に見当たらなかった息子を必死になって探した。彼はベッドと壁の隙間で血だらけの変わり果てた姿となっていた。いや、ジュリーが犯人じゃないってことが分かったのはいいんだけどさ、それでもかなり辛いわよ、この事件。結局ね、事件が解決したとて、ジョエルがね、戻ってくるわけじゃないんでね。そしてですよ、この事件ね、ジュリーの身の潔白がね、証明されたかのように思えたんですが、ここからまだまだこの事件一筋縄じゃいかないんです。
もう一つの真相。2004年6月、トミーの自白や目撃証言が得られた結果、裁判所はジュリーの有罪判決を取り消し、彼女をすぐに釈放するように命じました。有罪の決め手となった衣服の血痕についても、息子ジョエルの返り血を浴びていたトミーと揉み合いになった際についたものと判断されたんです。しかし、その後ジュリーは再び逮捕されてしまいます。検察にとってジュリーが無実であるという事実は受け入れがたいことだったんです。それは有罪判決が下された当時、現場検証を行った警察官が指摘した矛盾点が払拭できていなかったため。被告人は犯人が裏庭から逃走したと言っていますが、事件当時、現場にそんな足跡はありませんでした。この証言がある以上、検察としては簡単にジュリーの無実を認めるわけにはいかなかったんです。いや、トミーが自白してて目撃証言もあってね、証言出揃ってるのになんでこんなに警察の証言で食い違いが出てくるわけよ。実はね、この警察官の証言自体がジュリーを貶めるためのものだった可能性が高いんです。実は事件当時、警察官は足跡がなかったという証言と同時にこんな内容を話していました。あの日は朝露のすごい日で裏庭の草もびっしょりと濡れていました。しかし事件当日に朝露など出ていなかったんです。警察官が話していた内容をもとにジュリーが勤務していた大学の同僚が気象情報を調査。その結果、近隣住民の証言や天文台の記録から当日にジュリーの自宅周辺で朝露は発生していなかったことが分かったんです。つまり警察官は現場検証の際、裏庭の状態などを確認していないにもかかわらず足跡はなかったと嘘の証言をしていたんです。しかしジュリーの同僚が調べたはずの朝露の情報は裁判が行われていた当時、なぜか彼女の弁護士のもとへ届いていませんでした。なんで大事な情報弁護士に伝わってないのよ。ね、おかしいっすよね。実はね、次のようなことがあったんじゃないかって嫌な想像をしてしまうんです。ジュリーの裁判が行われていた当時、裁判所へ事件当日の朝露の有無を証明する資料を彼女の同僚が届けにやってきた。そこへ近づく一人の男性。何かご用ですか？そう尋ねる検察に、ジュリーの同僚は次のように事情を話す。ジュリーの裁判に関わる大事な書類を彼女の弁護士の方に渡したいんです。そうですか。では私の方から届けておきましょう。検察に資料を預けたジュリーの同僚はお礼を言ってその場を立ち去る。その後ろ姿を見送る検察官はなぜか小さく舌打ちをした。今更余計なことしやがって。あの女が犯人に決まってるんだ。部屋に戻った検察は受け取った資料をシュレッダーにかけると電話の受話器を取った。もしもし、私だ。例の息子殺しの女だが、女がやっていない証拠はないし、長引かされても面倒だ。適当に証拠を並べてさっさと終わらせろ。こんなことあっていいわけないじゃないのよ。断言はできないんですけどね、検察によって情報が握りつぶされている可能性があるんです。結局ジュリーはどうなっちゃうの？そこですよね、気になるのはね。というわけで見ていきたいと思います。癒えることのない傷。真犯人が現れても検察の言いがかりによってなかなか無実を認められなかったジュリー。ただ提出されていなかった事件当日の朝露の情報はジュリーが再逮捕されたのをきっかけに再度提出されることになりました。すると検察のずさんな捜査の実態が明るみになったことでジュリーに多数の支援者が現れます。その結果保釈金1000万円がわずか1週間で集まり彼女は晴れて釈放されることになるんです。さらにその後の裁判で陪審員がジュリーを無罪と判断。こうして迎えた2006年7月、最初の有罪判決から約4年の月日を経て彼女はようやく法的に無実と認められたんです。しかし釈放されたジュリーの心境は決して晴れやかとは言えないものでした。無罪になったことで確かに私自身は平穏な生活に戻れます。でもジョエルを殺した犯人がその罪で裁かれることはもうないんです。実は真犯人のトミー・リン・セルズは別の事件ですでに死刑が決まっていたためこれ以上追訴することができませんでした。ジュリーの無罪が証明されたとしても彼女の一番の願いが叶えられる日は永久にやってこないんです。やっぱり息子のことは悔やんでも悔やみきれないわよね。そうですよね。親子ですからね。刑務所にいた時も自分のね、判決とか自分のことじゃなくて息子のことばっか考えてたんじゃないでしょうかっていうね。今回の事件解決のきっかけとなった小説家のダイアンは冤罪救済の活動を行っている非営利団体イノセンスプロジェクトから賞を贈られることになりました。 Defenders of the Innocent Award、 無実の擁護者の称号を贈られた彼女の名は瞬く間に多くの人々の知るところとなりました。もしダイアンが思い立って行動しなければジュリーは未だに息子殺しの汚名を着せられたままだったかもしれません。しかしながらたとえ無罪になったとしても大切な息子の命が奪われてしまったという心の傷はこの先も決して癒えることはないんです。今回の事件で起きた過ちが二度と繰り返されることのないようせめて教訓として今後の捜査に生かされていくことを強く願います。